ザ・レインボー・トゥルース。 LGBT、レズビアン、ゲイ、バイセクシャル、トランスジェンダーの頭文字からなるこの言葉は性的少数派という意味でよく使われます。近年メディアなどで使われることも多くなり、耳にしたことがある人も多いのではないでしょうか。しかしふんわりとしかわからない、あるいは全くわからないなど、具体的にイメージしづらい人も多くいると思います。ここではそんな LGBT のことをわかりやすく紹介しようと思います。これを見ている人たちのほとんどは異性愛者の人たちでしょう。まずはじめに皆さんに知ってほしいことは、恋愛は男女間だけのものではないということです。それは親の育て方や環境が悪かったからとか、自然の摂理に反しているわけではありません。性的指向は本人の選択で決まるわけではありません。どの時代にもどこの国、地域にも同性愛者は存在していて、自然の動物界にすら存在するのです。イルカ、ペンギン、ライオン、キリン、トンボなど実にさまざまな動物の同性愛行動が確認されています。同性愛者、異性愛者、その他が入り混じって存在している世界が本当の自然の世界なのです。これを見て正しい知識を知ってもらうことで、全ての人がセクシャリティについて悩むことなく暮らせるといいなと思っています。それにはまず皆さんに知ってもらうことが大切だと思っています。まずはじめに、皆さんはこの虹色の旗を目にしたことはないでしょうか。この旗はレインボーフラッグと呼ばれていて、 LGBT を象徴する旗です。もともと8色で構成されていたレインボーフラッグは、ピンク色はセクシャリティ、赤色は生命、オレンジ色は癒し、黄色は太陽、緑色は自然、ターコイズ色は魔術芸術、藍色は平穏調和、紫色は精神を意味します。現在はさまざまな理由により、ピンク色とターコイズ色が省かれ、藍色を青色に変えた6色のレインボーフラッグが最も広く使われています。 LGBT の人の商品サービス市場規模は 5.94 兆円。これは2016年のブルガリアの GDP と同じくらいです。 LGBT の人たちは結婚や育児に縁がないことが多いため、本人たちの自由になるお金が多いと言われていて、最近ではナイキ、ギャップ、アップル、日本では野村証券、資生堂などの企業がそのマーケットを開拓しようとしています。全国約7万人を対象に実施した調査で 7.6% が LGBT を含む性的少数者であるという研究があります。約13人に1人が性的少数者ということになりますね。意外に多いんじゃない？でも私の周りには LGBT の人いたことないと思われた方、LGBT の人たちはほとんどの人がカミングアウトしていない、あるいは一部にしか話していません。それは受け入れられるかどうか心配だからです。なので周りの人が正しい知識を身につけて、普通のこととして受け入れる体制を作ることが大切です。歴史を振り返ると、日本と他の国では同性愛の置かれた環境は大きく異なります。日本が開国し、同性愛を認めない西洋文化が入ってくるまで、同性愛は至って普通のことでした。古くは平安時代から。また戦国時代に織田信長が小姓と言われるお付きの若者と同性愛の関係にあったことはよく知られていますが、織田信長に限らず当時の多くの武将が同じようなことを行っており、男色はむしろ武門の花だったと言われています。 LGBT の詳しい説明に入る前に、セクシャリティマップについて説明します。人はざっくり分けると12のセクシャリティに分けることができると言われています。それは体の性、心の性、
好きになる性の3つの組み合わせで決められます。しかしこれらの性別は必ずしも男女という区分で明確に存在しているわけではありません。それはそれぞれがグラデーションで存在していて、男女の中間だったり性別がなかったりすることもあります。このセクシャリティマップの中から主なセクシャリティをご紹介します。レズビアン。彼女らは心の性と好きになる性が女性の人で、セクシャリティマップでいうと5番と11番にあたる人たちです。ゲイは心の性と好きになる性が男性の人。セクシャリティマップでいうと1番と7番で、僕もこの1番に当てはまります。僕自身、男の人が好きなんだから女の子になりたいんでしょと聞かれることがありますが、そうではありません。ゲイの人たちは自分を男と認識して男を好きになります。レズビアンの人たちも同じで、女性の心で女性を好きになります。男性を愛するのは女性だけ、逆に女性を愛するのは男性だけということではありません。バイセクシャル。好きになる性が男女両方の性の人のことです。セクシャリティマップでいうと3番、6番、9番、12番になります。最初の方にも伝えましたが、性的指向はグラデーションで存在しているので、50-50で男女バランスよく好きな人もいれば、どちらかの性の方がより好きという人もいます。バイセクシャルの人たちは男女2人の恋人を同時に作る人と誤解されることが多いそうです。彼ら彼女たちはただ男女共に好きになれるだけで、同時に2人の恋人を作って二股をかける人というわけではありません。トランスジェンダー。体の性と心の性が不一致する人たちで、セクシャリティマップでいうと4番から9番の人たち。性同一性障害と同じ意味で使われることもあります。トランスジェンダーのすべての人が性別適合手術を望んでいるわけではなく、服装や髪型を自分の好きな側にすれば満足する人もいれば、性別にとらわれない格好をしたい人もいます。性的少数者には L、G、B、T 以外の人たちもいます。インターセックス、アセクシャル、クエスチョニングなどさまざまなセクシャリティが存在します。それらの人たちも含めるために LGBT ではなく複数形である S をつけて LGBTs、 また LGBTQ と呼ぶこともあります。この Q はクエスチョニングで自身の性認識や性的指向が定まっていない人のこと、あるいはクイアで個性的なという意味から来ています。インターセックスは身体的に男女の区別がつきにくい人のことです。一般的に両性具有とも言われています。人間の体の性は性染色体、性腺、外性器、内性器といった複数の要素で決まります。多くの人はこれらそれぞれの要素がすべて男性型、女性型で一致するのですが、要素の型が一致しないで生まれてくることもあります。そういう赤ちゃんがインターセックスです。2000人に1人の割合で生まれると言われていますが、ほとんどが乳幼児の頃にどちらかの性に近づくように治療をしてしまうみたいです。アセクシャルはエーセクシャルと呼ばれることもあり、好きになる性がいない人たちのことです。他にもこれらにも当てはまらないセクシャリティの人たちが幾通りも存在します。テレビなどでお姉タレントが活躍してくれることはとっても嬉しいことです。しかし面白い話をお姉言葉で話すので、お姉イコールゲイと見られることがあります。ゲイの人の中にはお姉言葉を話す人もいますが、話さない人もいます。ゲイの街で有名な新宿2丁目などではお姉言葉を話すけど、普段会社や家では普通に話すなど、場面によって使い分ける人もいます。一口に LGBT といっても、人それぞれにいろんな生き方や価値観があります。思い込みで判断するのではなくて、
一人一人が違う存在で、相手の意思や価値観を尊重し合うことが大切なんだと思います。特にこれは学校という小さな社会に住んでいる学生 LGBT の人たちにとって深刻な問題です。609人の LGBT を対象にしたアンケートでは、 LGBT の人たちはほとんどが自分が異性愛者でないことを小学校から高校の学生時代に自覚したと回答しています。しかしそのほとんどが誰にも打ち明けられずにいました。その理由としては、理解されるか不安だった、話すといじめや差別を受けそうだった、どう話したらいいかわからなかったなどが理由です。また回答者の 68% はいじめや暴力を受けた経験があるそうです。このうちゲイの人とトランスジェンダーの人は 42%、 レズビアンの人の 19% がいじめや暴力を受けた原因は自分が LGBT であることだと回答しました。被害を受けた結果、学校に行くのが嫌になった、人を信じられなくなった、クラスで孤立した、自殺を考えたなどのマイナスの影響があり、今でもその経験を時々思い出す、今でもその経験を思い出すと辛くなるなど、思春期を過ぎた後にも影響を及ぼすと回答した人が多くいました。日本では同性婚は認められていません。また国として LGBT に関する特別な法律もありません。でも世界には同性婚やパートナーシップを認めている国があります。最近ではドイツ、マルタ、台湾、オーストラリアが同性婚のための手続きを始めています。台湾が同性婚を制度化するとアジアで初の快挙となります。その一方、中東やアフリカなどでは同性愛に対して刑罰がある国や地域もあります。そういう国や地域では何も悪いことをしていないのに LGBT であることが罪となり、死刑判決を受ける可能性もあるのです。日本では渋谷区、世田谷区など地方自治体でパートナーシップ制度ができましたね。日本でも世界でも LGBT を認める流れになってきていることはとっても嬉しいことです。ただ同性婚について反対する意見も少なくありません。2013年にニュージーランドで同性婚が認められるかどうかの国会でのスピーチで、この法案が通ることで影響のある人の人生には素晴らしい影響があります。しかしそうでない人たちの人生は何も変わりませんという発言がありました。同性婚が認められたからといって同性愛者が増えるわけではありません。同性愛者でない人たちにとって同性婚というものがあろうとなかろうと、その人たちの人生や生活に何の変化もなく、単に世の中に幸せになるカップルが増えるだけだということを知ってほしいと思います。 LGBT 異性愛者の方にとってはわからないこともたくさんあると思います。しかし自分の常識や感覚だけで判断するのではなくて、こんな考え方や感覚を持っている人もいるんだと理解し合うことが大切だと思います。この動画を見て少しでも LGBT のことを理解していただけたなら嬉しいです。